IT 業界に35年身を置き、企業コンサルを25年続けてきました。こういった経験を生かして、このチャンネルは人生の先輩としてあなたの悩み事や相談に答えていくチャンネルです。世間では勝ち組、負け組という言葉がありますが、あなたはどちらになりたいですか？大抵の人は勝ち組ですよね。あえて負け組と呼ばれる人生の底辺を選択する人は少ないと思います。勝ち組と一言で言っても、世の中にはいろいろな価値観があって、一概に決まらないと思います。なので、今回の動画では勝ち組の定義をお金持ちになるという定義にします。では、世の中の勝ち組とはどのようにして生まれるのかについて今回はお話ししていきます。きっとあなたのこれからの人生に役立つはずです。最後までご覧ください。今回の話がためになったり、面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。質問などはコメント欄をどんどん活用してください。あなたも勝ち組に対して様々な思いがあると思います。まず一つ目、勝ち組になりたいと思っているが、実際に何をどうしたらいいかわからない。二つ目、今のままじゃいけないと思い、何か新しいことにチャレンジしようとしても、今度やろう、いつかやろうとついつい先延ばししてしまう。三つ目、勝ち組になるためには運や学歴、才能が必要だと思っている。四つ目、何か行動しようと思っても世の中の怪しげな商材をつかまされては怖いと思ってしまう。五つ目、本当はお金が欲しいと思っているが口に出していることができない。それは世間的にお金やお金持ちに対してあまり良い印象がないからなかなか口に出して言うことができない。六つ目、勝ち組は派手な生活をしていて毎日パーティーをしているようなイメージを持っている。七つ目、勝ち組はお金がたくさんあるのになぜ仕事を続けているのか疑問に思う。勝ち組には憧れるがうまくいかない現状はなぜかということを解説していきます。一つ目、周りの意見に影響される。大抵の場合、新しいビジネスにチャレンジしようとすると、周りの身近な人たちから反対意見が出てくる。失敗するからやめな、今のままでいいよ、と言われ気持ちが揺れてしまう。二つ目、勝ち組を目指して行動した結果、詐欺商法に引っかかってしまい行動をやめてしまう。結果、自分には無理だと諦めてしまう。これは詐欺商法が悪いのであって、あなたのチャレンジ自体は非常に意味があるのに混同してしまっている現象です。三つ目、生活のためと月曜から金曜日の5日間、やりたくもない仕事を我慢してやって、時間の切り売りをしている。よって、ストレスがマックスに週末になって、新しいことへ挑戦したい気持ちがあったけれども、ストレスがある状態ではそれどころではなく、つい短期的快楽に走ってしまう。例えば、遊びやギャンブル、お酒など、いつまで経っても5日間のストレス、2日間のリフレッシュの悪いサイクルから抜け出すことができない。4つ目、本当は心から望んでいるわけではないのに、負け組を正当化してしまう。ちなみにこれは、認知的不協和の解消という心理状態です。自分自身の状況を負け組と認めたくなく、いろいろと理由をこじつけて正当化してしまう現象のことを言います。5つ目、お金は好きなんだけれども、対外的にお金を好きと言えない。本音と建前のギャップがあるため、なかなか実際の行動に移すことができない。わかりやすい例で言うと、例えば、無条件であなたにお金を差し上げます。こう言われ、目の前に100万円の束と10円玉があったとします。どちらでもいいので好きな方を取ってください。こう言われた時にあなたは10円玉の方を取りますか？取らないですよね。こういったことです。6つ目、今まで生きてきた中でお金に対するしっかりとした教育を受けていないので、お金の稼ぎ方がわからない。例として、たくさん勉強していい学校に入っていい会社に入るという単純で単一的な考え方、教育しかされてないというのが現実です。これでは就職はできるけれども、決してお金持ちにはなれません。では実際にどうやってこういったものを打開して解決していくのか。まず、現状がなぜ変わらないのか理由を整理していきましょう。まず一つ目、現状維持バイアスという心理が働き、あなたの行動にブレーキをかけてしまう。これはどういうことかというと、今日が平和であれば明日も平和であろう。なので変化することをストレスに感じるという現象です。この現状維持バイアスを意識的に壊す方法としては、自己投資などをして大きな金額の借金をするなどということがよく挙げられます。こうすることによってコンコルド効果ということが起こり、いわゆるもったいないからたくさんのお金をかけたので頑張って勉強しようというようなこと、これによって現状維持を崩すという方法が一つあります。また、現在の生活状況が突然困難に陥ると過度なストレスが発生し、その結果現状維持バイアスが解除されるという場合もあります。二つ目、失敗を恐れて行動ができないというパターンですね。失敗やミスがなく順調にことが進む方が実はありえないし怖い現象です。失敗して当たり前ぐらいの考えでいてください。大切なことは失敗してその結果を検証して改善する。こういったことを繰り返していって成功に近づけていくことが大事です。三つ目、ノウハウコレクター。これも結構多いケースですね。情報や知識ばかりをたくさん集めて頭でっかちになって行動ができない
タイプですね。これに対しての対策としては、インプットとアウトプット、これを各々3対7で行うことを覚えておいてください。4つ目、学びに対してお金をかけようとしない人が多いです。情報や知識はタダだと思っています。そういう人に限ってその代わり別の遊びや娯楽に浪費してお金を使ってしまう。そもそも自己投資というのは将来的に回収ができるようなものです。こういったことにお金をかけるのが有効です。5つ目、勝ち組になるためには運や学歴、才能が必要だと思い込んでいる方が多いです。これは間違った認識です。学歴や才能がないというのは比較的皆さんすぐ認めてくれるんですが、運がないというのは認めたくないので、運頼みでついつい行動してしまいます。運に頼るのではなく、学びと努力が重要なんです。最後までやり抜く覚悟と、自分のやりたいことへの情熱を持ち続けることが重要です。6つ目、あなたを親身に思う人ほど、残念ながら失敗するからやめなさい。今のままでいいよ。などと後ろ向きな意見を言ってきます。そうすると、あなたの心が揺れ、行動にブレーキがかかってしまう。このように、不要な常識であったり、価値観は断ち切る必要があります。例えば人間関係であったり、生活のリズムであったり、環境であったり、成功者に同じような相談をすると必ずこう言います。あなたならできる。努力すればできると言ってくれます。ちょっとイメージしてください。例えば、あなたは旅行先に行って道を聞くときに自分と同じ旅行者に聞きますか？それとも土地に詳しい地元の人に聞きますか？迷ったときどちらに道を聞きますかね？当然地元の人ですよね。地元の人だったら抜け道であったりとか、旅行者が知らないような美味しいグルメのお店とか、そういったいろんな情報が得られると思います。旅行先での道は地元の人に聞くっていうことが当然のことにできるのに、人生の道に迷った時には成功者に聞けない人がほとんどです。これでは道に迷ってしまいます。7つ目、99% の人が労働収入が当たり前という考え方を持っています。労働収入すなわち時間拘束や出勤日などの日数の拘束がされている仕事のことです。これをやっているうちは絶対にお金持ちにはなれません。それは対価の基準が成果や結果ではなく時間や日数だからです。何時間働いたから、何日働いたからという対価になっているので決してお金持ちにはなれません。当然ながら時間も日にちも有限だからです。1日は最大で24時間だし、1ヶ月は30日、31日が限界です。これ以上働くということはできません。なので、この労働収入という枠を断ち切らないとお金持ちにはなれません。じゃあこれはどうやって断ち切るかというと、一番いいのはあなた自身が起業や副業をして自分のビジネスを行うことです。そうすることによって時間や出勤日数によって給料が決まるということがなくなり、自分が頑張った成果や結果によって所得が変わっていきます。さらにもう一つのメリットとして、あなたの現状の問題である嫌なことでも仕事だからやるというような問題から解放され、勝ち組のステータスである好きなことを好きな時に好きなだけするということが実現します。世間では勝ち組に対して間違った認識が非常に多いです。勝ち組の人たちは運が良かったり、優れた才能があったり、人脈やお金が最初からあったりと思われがちですが、実は違います。見えないところで人並み以上の努力や苦労をして勝ち組になっているのです。具体的にはどのようなマインドをセットしていくのか。一つ目、人生のプランを早く立てる。これには2つの理由があります。一つ目の理由は時間の有限性です。人生の持ち時間は当然限られています。永遠に生きられるわけではありません。あなたがこれからの人生を変えたいと思うなら、先延ばしせず、一日も早く始めてください。当然早く始めればその分早く幸せはやってきます。二つ目の理由としては、自分本来の生き方を見つける。あなたの人生なので、周りや環境に押し流されてはいけません。あなたが生き生きと人生を送れるような勝ち組になるためには、自己分析をしっかりと行い、あなたに一番向いている仕事や生活スタイルを見つけることが重要です。二つ目、インプットだけではなく、それ以上のアウトプットを行う。情報や知識だけを貯めて頭でっかちになって行動しないのは非常にまずいです。3対7の割合でインプットとアウトプットを行ってください。3番目、仮説と行動と検証を何度も繰り返す。これが非常に重要なサイクルとなります。必ず物事には成功と失敗の分岐点があるので、そういったことを仮説と行動と検証の中で見つけていって、正しい方向、成功の方向へ進むようにしてください。この2番目と3番目についての詳細は、あなたの可能性は無限大ですという過去動画をご覧ください。最後に人生のプランを立てた上で、勝ち組というお金持ちになるには、努力と行
行動、そしてちょっとしたアイディア。ここで気をつけなきゃいけないのは、アイディアだけ先行するのは NG です。こういったアイディアだけがいいものが思い浮かんだので、というだけで終わってしまっている人が非常に多いです。なので、ちょっとしたアイディアと努力と行動が必要です。できないことを正当化するよりも、どうしたらできるかということに知恵を使った方が楽しい人生です。なぜなら人は多かれ少なかれ欲を必ず持っているからです。だから実現する行動を取った方が最良です。考えてるだけではなく、行動に移すことが大事です。今回のテーマのように、勝ち組やお金持ちになりたいと思った方は、ぜひ概要欄にあるリンクから LINE の登録をお願いいたします。今登録していただくと、起業家適正診断をプレゼントします。こちらの公式 LINE では、好きなことをして最低年収1000万円以上を稼ぐネット起業法のノウハウを定期的に無料で配信しております。動画下の概要欄から公式 LINE に登録して、次回の無料配信をお待ちください。無料でも内容の濃いノウハウを配信していきますので、ぜひ楽しみにしてください。あなたには無限の可能性があります。努力して行動すれば夢は必ず実現します。毎週配信する動画でしっかり学んでいってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。